こんにちは、アセンブリ TV です。今回は壁全面棚がやっと完成しましたので、そのご紹介です。3ヶ月前に公開した店舗用金具と足場板で全面棚を作るですが、ランダムアクションサンダーとトリマーを導入したところまでは予定通りでした。ただその後に家庭用掃除機が壊れて急遽業務用掃除機を導入したりですとか、足場用の新品杉板の反りを解消しようと、中古の自動カンナを導入したりですとか、今度は自動カンナがうるさいので、窓用の防音パネルを製作したりですとか、とても大きな回り道になってしまったんですが、この度なんとか無事に完成することができました。現在は画角の関係上で、棚板を中央に寄せちゃっている状態なんですが、実際に使用する際はこれをもっと上に上げたりですとか、下に、床近くまで下ろしたりですとか、もっと上下に分配配置して使用する予定です。細部を見ると素人臭いところは多々あるんですけども、使用上に問題はなさそうです。では作業シーンをまとめましたのでご覧いただければと思います。作業の取り掛かり時点では自動カンナがありませんでしたので、まず丸ノコでサイズに合わせてカットしました。反りの影響で丸ノコが安定せずカットしづらかったです。また実は丸ノコを使うのは今回が初めてで、どこまで進めれば完全に切断できるかが把握できておらず、切り終わり部分で漏れなく手こずっています。順番が逆になってしまいましたが、自動カンナの登場です。使用したのは三共コーポレーションの自動カンナで、本体のみの中古で税込み3万3000円でした。囚人袋は別途調達したのですが、この機種囚人能力が非常に高いので助かります。先に切断した分鼻落ちを気にしていたのですが、板圧があるせいかほとんど気にならない仕上がりになりました。動作音は負荷がない状態で 95dB、 杉板を切断中は 105dB で、思ったより上がらなかったです。1回 0.7mm ずつ削って各板削り残しがなくなるまで11往復、排出された木くずは45リットルのゴミ袋2袋分になりました。反った板を面出しした分、側面は直角が出ていない状態です。ここは手押しカンナの出番なのですが、所持していませんので、全板を束ね直角が出ているものと一緒に拘束することで垂直に立たせてランダムサンダーで鳴らしていきます。ボッシュの求人ランダムアクションサンダーは囚人機に直結させれば目詰まりに気にすることなく、防塵メガネやマスクなしでも長時間作業することができました。周囲への粉塵も大丈夫そうです。次はトリマーで棚板の壁に面しない側面の角を落としていきます。使用したビットは 3.2R です。トリマーは最低速の12000回転で運用しています。囚人機直結で木くずはほとんど出ないのですが、囚人ホースが硬いので取り回しに融通が効きづらいのが難点です。今回の動画からはカットしていますが、ビットのガイドベアリングの跡が杉板に残ってしまいましたので、トリマーの作業の後で側面にもう一度サンダーをかけています。角部分は 9.5R のビットで落としています。ここはステーターで挟んだ方が作業がしやすかったかもしれません。ニスや塗料の代わりに絹で仕上げていきます。基本的に一度塗りで OK です。上部と側面に塗り込んだ後、およそ4時間乾燥。その後、裏面と塗りが甘い部分に塗り込んでいきます。絹は1年ごとのメンテナンスが推奨されていますが、ほぼメンテナンスフリーと考えて OK です。8年前に製作した反対側の前面棚も絹仕上げですが、一度もメンテナンスしていません。
棚板を載せるブランケット金具は場所に合わせて4種類を使い分けています。そのうち1種類は廃盤になっていたので、反対側の前面棚から一部交換で調達しました。長板の1枚が歪んでいるようです。自動カンナでも歪みが取れなかったので、ここはビス固定で矯正します。ブランケット金具に棚板を固定するビスの位置に印をつけていきます。その際、ブランケット金具が壁に対して直角になるよう簡易ジグを使って調節しながら作業を行いました。ビス止め用の下穴を開けていきます。最初はボール板を使おうとしたのですが、長い上にビスの位置が隅の方にあるので安定させるのが難しく、ハンドツールを使ってしまいました。結果、いくつかの箇所は下穴位置のズレが発生しています。最後に棚板をビスで固定していきます。使用したビスはロイヤルの純正です。ヘッドのみ黒に塗装されたものを見つけましたので、それを使用しました。なお、棚板の配置を変更する際は一部のビスを外す必要があります。はい、各工具の連打不足が感じられるところではあるんですが、これでやっとこちら側の壁に、壁全面棚を用意することができましたので、本業スペースとものづくりスペースを分けて最適化するという配置換えを進めていきたいと思います。これで今回の動画は以上となります。アセンブリ TV では引き続き、ものづくりに関するレビューですとか、今回のような DIY ものですとか、あと CNC に関する動画等を配信していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をいただけると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。